世界的なデザイナーのジャン中村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村さんはもう結構海外の生活も長いんですよね。そうですね。まあ、ちょっとマイルドな感じになっちゃいますけど。なるほど。そうですね。今回ちょっとディベート対決ということで、対戦相手がミケラさんなんですけれども、いや。今回、抱負の方をしたことをいただけますでしょうか。まあ、どうでしょうね。ね、ミケラさんも海外の方にね、いろいろ行かれてるみたいなんで、手強いですけど、トライしてみたいと思います。さあ、今回の戦い、前回は今田さんが、惜しくも敗れてしまうという結果になりましたが、ロンドンにいるミケラさん。どうも、こんにちは、ミケラです。です。今回の意気込みはいかがですか？いや、なんかよくわからないデザイナーの人が来てるなっていう印象です。はい、それでは、ジャン中村さん。はい。どうですかね、ミケラさんを迎えて。いやー、もうね、オーラがね、ちょっと他の人とはやっぱり違いますね。はい、それでは今回のディベートのテーマ17種類。はい。前回3が使われましたので、はい、3をなしにしてください。はい。まず番号を選んでいただきます。番号を選んだ後、はい、最初の答えか後の答えかですね。はい、こちらを選んでいただいてディベート開始となります。それでは、じゃあ中村さん、番号の方お願いします。はい、じゃあ、セブンイレブンの8番。8番。8番ですね。はい。先の答え、後の答え。どちらでいいですか？じゃあ、先の答えで。なるほど。今回のテーマはこちら。はい、スキーとスノボ。はい。どっちから始めるか。はい。つまり先行ということなので、ジャンさんはスキーから始めていきたい。はい。で、ミケラさんはスノボで大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ、対決いきますね。はい。どうも、こんにちは。ジャンさんが、スキーから始めるべきだという、理由を教えていただけますでしょうか？そうですね。私、多少ですね、ウィンタースポーツ、はい、スキーもスノボも、たしなんでおりますけれども、やっぱりね、子供の頃からやらせるっていう意味では、スキーの方が、多少イージーかな。というのは、やっぱり実感としてありますので。なるほど。はい。でも今、スキーってほとんど伝えてますよね。そうですね。はい。結構お子さんからといった形で今お話しされてるんですけど、それは全然いいことだなと思うんですけれども、やっぱ他の子供たちの周りがみんなスノボをやってる確率の方が高いと思うんですよ。そうですか？今。それじゃ逆に今 CM とかで、雪のグラウンドのところで、昔だったらスキーのコマーシャルと多いじゃないですか、出てきても。でも今のってほとんどスノボなのをご存知ですか？そうですね。割合で言うと、64ぐらいで、若干ね、やっぱり、オリンピック等のね、影響で、スノボの方が人気といえば人気なんですが、そこは、これ、実際にゲレンデに出て見てみると、やっぱスノボちょっと危ないです。危険性があるということだから、スキーの方からやった方がいいということですね。だって一番最初からスノボの難易度の高いのを少しずつ覚えていけばいいっていう考え方にはなりませんか？そういう考えがあるのかもしれませんけども、まずはね、64ぐらいで、今は確かにスノボの方が人気がございますね、というところですね。ですが、まずは最初にやらせるのだったら、実際に人気のある方を覚えて、別にスキー自体がどんどん廃れてって、他の子がやってないのに、スキーだけを覚えるのって結構今、お子様というような論点で話されてたので、そっちの話し方からすると、
それって逆に仲間外れになったりとかしませんかね。逆に周りの同級生がみんなスノーボードからみんなで楽しくおしゃれなものをやっている中で、スキーだけ覚えてスノーボードの技術って後になると結構危険じでもまずは、ゃだって周スキりのー子の方が上手くなってを覚えれるば、スノボ、すんなりはないですけどね。まずは、スキーから覚えましょう。慣れましょう。ゲレンデ慣れましょうっていう点では、僕はスキーから、全然それって慣れる。ねえっていう話だったら全然あんま変わんないじゃないですか、スキーもスノボも。スキーか本スノボどっ当にこれは、ちから始めたらいいか難しいんです、本当に。まず、スノーボードってわかります手使わないんですよ。わかります使いませんね。はい。足2本で、状態と下半身のバランスとかではいはいはい滑っていくんですけども、はいこれは本当に、まず難しいんです。これは本当に。いや、ねそれを言っちゃうと、そもそもスキーだって、はい別に転倒の危険はありますよね。もちろん、もちろん。あります。手は確かに使いますけれども、別にスノーボードだと別にスキーにしてもそうですけど、別にものすごい高いとこから始めるわけじゃないじゃないですか。もちろんそうですね。はい。なんだと子供っていうお話されてたんで、はいはいは子供をじゃあ山頂から降りるわけじゃないですい。よ、もちろんそれはそうですね。はい。それがあったら別にスキーから始める理由ってなくないですか？別にないことはないと思いますよ。だって別にだって人気のある方から始めた方が友達ともいいよね、これいいよねって話になって、じゃあこれやった方が友達と一緒に買えるよねって。スキーとかスノボって結構値段も高いじゃないですか。もちろんしますね。一般の家庭の人がそんなに一つの道にバンバン買えるわけない。って考えると、対比用効果で考えたら、スノーボードの方を置いて、スノーボード友達と一緒にどんどん仲良くなっていって、それだけ使えばいいっていうだけの話なんで、別にスキーをやる理由ってないわけですよね。そう考えたらスノーボードだけでいいんじゃないですか。じゃあこうしましょう。周りの友達がみんなスノーボードから始めた。だけど自分だけスキーをやって、この場合ってどっちがその子供にとって幸せですか？それはまずその子供にどちらが幸せか幸せじゃないかで答えてほしいんですけど、それは多分ね、どっちも言えません、それは。じゃあ、それじゃ話になりませんよね。でも、普通に考えてもその問題って、イエスかノーで絶対決まらないんで。いや、今これディベートなんで、はいはいはい。そこのディベートでどちらが正しいかっていう話をしてるだけなんですけど、はいはい、でもまずその前段階として、そこではい、いいえを決めてしまったそのディベートの結果の意味がなくないですか？別にそんなことないから。だって今言ってることのじゃあ僕は、いいえって僕はその質問だったらいいえって答えますよ。なるほど。はい。で、いいえって思う根拠を教えてもらいます。だから、まず僕は、スキーからぜひ始めてほしい。そこからそのやるのは何でもいいですよ。それってなんでそこまでスキーに固執するかがわからないんですよね。安全性ですかね、まずはね。安全性はちょっとわかるんですけど、手を使いますし、危なくない。ただ周りの人がやってないことを先に始めたって別にその子供っていう論点で考えたら楽しくないじゃないですか。そこをどう思われます？いや、楽しいと思いますよ、十分に。周りと一緒だから楽しい。周りと一緒じゃないからつまらないっていう。そこって、ちょっと、その感性が面白くなくないですか？いや、違うんですよね。言ってるの今話ちょっと伝わってないと思うんですけど、水上スキーをじゃあ例えばやってる人がいて、で自分が船に乗ってたら一緒に楽しめないじゃないですかって話してるんですよ。スキーを個人的に楽しむのは誰でもできると思うんですけど、僕が言ってるのは、みんなと友達と子供が始めるときに、一緒にできるものから始めた方が良くないですかって言ってるんですよ。これどう思います？でも雪の上を滑るのも、水上を行くのも、同じですよ。ね。ちょっと何言ってるか分からないです。すいません。船と水上スキーで楽しめない。水上スキーって言いましたよね。要するに、水上を走るのと船ですよ。特に別の乗り物に乗ってるっていう考え方なんですけど、今、例えですけどね。だからそれ、みんなで楽しむ場合に、孤立してる子供って船でじゃあ一人で乗っかってたら、それってその子供楽しいと思います？でも常に皆さん、ね、横並び一斉に滑ってるわけでもないので、
いや、でもそこってあんな同じものをやってれば、うん。あそここういうコツがあるよとか、こういうふうにやったらうまく言われても、そういう話できるじゃないですか。うん。それできるじゃないですか。うん。でもスキーやってる子とか、スノボをやってる子に話しかけたら、スキーの上達でいうスノボまあでも技術の違いだけじゃなくて、雪の上を滑る楽しさっていうのは、いや、だからそれも一緒じゃないですか。結果的に最終的に降りてきた時に、あ、楽しかったねって、君と降りた、僕がスノボこう降りた、僕がスキーこう降りたんだっていう話もまた楽しいじゃないですか。違いが分かって。それ違いが分かってっていうか、そもそも、でそれこそ、がスキーを僕はその真の意味で興味ね、ないわウィンタースポーツの、その交流じゃないですけど、違うスポーツの中でね、その中で、僕と君は、違うスポーツをね、同じ雪の上やけど、違うスポーツをやってるけども、でも、そこで楽しめてるっていうのは、やっぱり最後の、その意味で、最終地点は一緒なわけだから、やっぱりそこは、ぜひ違うから、なんか、のけもんみたいにしないでやっていけばいいのかよって思うんですよね。話のテーマが、なんか、のけものなのか、のけものじゃないのかって話になってるんですけど、そもそも、でも言ってることはそうじゃないですか。から始めたでも方がいいだから、どう僕はかって話僕はさっきからスキーから始めてほしいっていうのも挙げてないんですけども、だから結局それで、それは人気の子供たちが、子供たちが人気のあれだったら、スキーの方が仲間になっていうのはちょっとおかしいなって僕は思ったんで、やっぱり、しくないじゃないいや、おかしいじゃないですか。それいや、おかしいんですよ、絶対そこって。そこに関してちょっとおかしいと思う。おかしいおかしいでも、そうディベートになってないな、それは。いやいやいやディベートじゃないこんなんだって、おかしいよね。今すごくしたいしちゃいますけど。いや、でもおかしいですよ。何も言ってないまあ実はスノーボードよりスキーの方が競技人口は多いそうです。まあディベートをして